回はアニメ私の幸せな結婚第10話夏の桜そして過ちを見た視聴者の反応を紹介します。それではどうぞ。始まりました。前回悲しい終わり方だったな。お姫様抱っこする旦那様。旦那様かっけー。目覚めたか、ミヨ。いよいよ薄化けに乗り込むのか。本当に大丈夫か？無理はするなよ。これがかの有名な、枯れない桜ですね。真夏なんだ今。真夏に咲く桜。これは一体。懐かしさを感じるのはなぜ？出たわね。メガネ来た。やっと来てくれましたか。まるで来るのが分かっていたかのようなセリフ。よくここまでたどり着いたなって、ボス戦かなんかか？このメガネ強いのか？剣が薄化けだったのか？ミヨのいとこだったのか？親戚のお兄ちゃんだったんだ。衝撃の事実。私が薄葉？わかってるなら、悪夢の原因を教えんかい。やはり、ミヨ自身の異能が原因だったか。そんなに強力なの？研究の際では、評価されない能力ですからね。一体どんな特殊異能なんだ？おじぎみ？似ている。そっくりだ。おじいちゃま。急に出てきたおじいちゃん。急に重要人物が出てきた。墨の父であり、ミヨの祖父。いきなり親戚がゾロゾロと。とりあえず、立ち話もなんだから入ろう。体が軽い。薄葉の結界のおかげ。結界の外でも安全な方法はないんか？ミヨを救う代わりの条件に、引き渡せだと？なんだよ今さら。各方面から求められるミヨ。相手の夢に入り込んで、実質精神操作が可能。夢に潜れるってのは、反撃方法がほぼないから最強じゃね？そりゃ異能。こいつらも、異能が欲しいだけなんだな。能力が覚醒したから引き渡せって。異能があると分かった瞬間に、引き取るとか随分虫が異能。異能目的のやつが、次から次に湧いてくる。異能に翻弄されてるな。危険だから管理するといえば、聞こえはいいが。坊ちゃん怒りゲージ高まってきたな。女の話は一切聞かない男たち。早く婚姻を済ませて、ミヨ様を工藤家の一員に加えるんですよ。坊ちゃま。私のために喧嘩しないでー。本人の気持ちを無視するな。お前にミヨが救えるか。いい煽りするなメガネ。あなた、ミヨさん守れてませんよねー。痛いところついてくる。ぐぬぬ。ミヨのメンタルが。また新規臭い思いが始まってしまった。頑張れ旦那様。ここで本人にどうしたいか聞くのは、悪意あるな。わかりません。言えたじゃねえか。ってあれ？旦那様と一緒にいたいって言えよ。自己肯定力が弱い子なので、自分がそばにいると、迷惑ではないかと考えちゃうのよ。何でも言ってほしいってお願いが、一向に伝わらないのは、本当に辛いな旦那様。この流れで勝負で決めるの？なんで？バトルの丘よ。自然な流れだ。異能制御する方法あるの？方法があるなら、この家にいる必要ないだろ。最初からそれを教えろや。勝敗に関わらず教えろよ。乗るな坊ちゃん。旦那様負けそう。普通なら負けフラグですよ、旦那様。急に少年漫画みたいな展開に？真剣勝負と行きましょうか。何メガネ外してんだ。大将異能バトルの時間か。始まるのか。イケメン異能バトルが、勝った方が居場所になるって、本人の気持ちはどうなのよ。無論だ。イケメンマジバトル。抜刀。家が燃える位置にいるな。刀で戦うの？異能バトルじゃなかったんだ。峰打ちでござるよ。問題ない。かかってきなさい。拳銃かよ。ずるい。銃はずるいだろ。全然公平じゃない。それ、真剣ちゃうやん。真剣？拳銃。当たらなければ、どうということはない。それでは、実況勝負と行きましょうか。異能使わないんかい。異能バトルじゃないんか。異能とか関係なく、銃弾はかわす。弾見切るのやべえ。シュールな戦い。ついたら歯を返してる意味ないだろ。次元と五右衛門かよ。当たり前のように、弾を避ける。遅い。脇がガラ空きだ。と、思うじゃん。残念。幻術だ。幻影だ。残像だ。どれだよ。ガチで殺しに行ってません？切り殺す気じゃん。撃ち殺す気満々の相手には、それくらいでいかないと。メガネ強い。衝撃食らってしまった。結構ちゃんと戦闘するやん。ああ、幻覚だったのか。なんで銃持ってるくせに、あんなアクションに付き合ってるのかと思った。もう見切った。銃弾を？弾いてる。異能関係なく、剣で銃弾弾くなよ。当たり前のように、銃弾弾かないでください。なるほど。薄葉が剣気の際持ってないのは、戦闘向けじゃないからか。
大異能特化とか、えげつない一族だな。こんな風にな。影分身の術。分身は割と負けフラグでは。心の目で見ろ。声にたがわぬ卑怯さ。いや、これ込みでも坊ちゃんの異能には勝てないだろ。小賢しい。全部倒せばいい。旦那さんだ。雷属性不よ。凄まじいね。全部サンダーブレイクすればよいこと。範囲攻撃だ。順番に全部切ったろ、の脳筋アタックだ。坊ちゃん異能抜きで、身体能力おかしくない？多分本物は安全な地中にいる。これどうやって決着つけんの？幻覚使っても、範囲攻撃なら関係ないよな。帝に仕えて、異能者の暴走を止める最後の要。薄葉が表に出ないのは、それが理由か。影の監視者的な。しれっと銃弾切ってる。銃弾を切るなんて、異能者は怖いな。そこら辺のバトルアニメより、動いてないですか？乙女アニメらしからぬ、ガチバトルだ。そろそろ、終わりにさせてもらう。負けないんですよ。あっちゃいけないんですよ。薄葉は、負けちゃいけないんですよ。また増えた。増えすぎ。それしか芸がないのか。偽物には影がない。火炎属性不よ。また屋敷が燃えちまう。私のために争うのはもうやめて。みよちゃんが叫んだ。バカモン。死ぬつもりか。一応優しいじいじ。旦那ファヤ。まとめてボン。1カメ、2カメ、3カメ。カトン豪華級の術。久しぶりに見た。対象エクスプロージョン。規模がやべえよ。家が燃えるレベルじゃねえぞ。その程度で済んだの？あれで生きてるなんて。終わりだ。チェックメイトだ。よくやったが、ここまでだ剣。ミヨ？バカな。なんでここにミヨが？こいつ。卑劣。お前。ずるいて。それはないわ。さすが汚い。卑怯なりメガネ。自分の幻しか作れないと、誰が言った？ってやつやな。負けた。心理戦で負けた。旦那様敗北。いや剣飛ばしても、別に異能の力で勝てるんじゃない？旦那様なら、そこからでも逆転できそうな気がする。勝ち方がせこすぎる。マジで最低の勝ち方だぞお前。その能力強すぎる。実力で勝ってない奴がよ。勝ち誇っちゃうのそれ。勝ちは勝ちなんですよ。こういうのやると嫌われるよ。むしろ、これがあるからこその異能者殺しでは？なんか普通にバトルものとして面白くない？女性向けなのに、戦いは少年漫画じみて的に言った。何それ？何その異能？強制ワープか。旦那様ワープ。没収とされた。その異能の方が強くない？屋敷の外に飛ばされちゃった。こんな結果になるなんて。異様が連携を組み始めたのか。いよいよテイトもやべえぞ。今異様なんてどうでもいいよ。それより旦那様だ。対象ヒール。ポワーン。姉ちゃん、ヒールできたの？姉ちゃんヒーリング使いか。すまない。今度は坊ちゃんが凹むターン。勝負に負けたから、連れ帰ることはできない。律儀か。勝負とみよちゃん、どっちが大事なんだよ。げんこつ。姉ちゃん鉄拳制裁。そりゃ殴られるわ。姉ちゃん強い。姉が頼りになりすぎる。婚約者ってだけで、十分に資格あるだろ。旦那様まで新規臭く。またげんこつ。二度もぶった。ポンポン殴るな。やっぱ強えぜ、姉ちゃん。姉には弟は勝てねえんだ。しっかりしたお姉様じゃ。お姉ちゃんは頼りになるな。みよちゃんの本当の気持ちを知る気よか。そうなの？って顔。旦那様が揺らいでいる。かわいい。姉ちゃんの前では、弟だな旦那様。やはり姉にかなう弟などいない。さすが失敗したことある姉のセリフは重いな。尻叩いてくれてる。この姉有能すぎない？視聴者の言いたいクソボケがをすべて代弁してくれてる。さすが姉さん。我々の思っていることを、代わりにやってくれてありがたい。このタイミングで招集がかかってしまったか。己よめ。すべてを終わらせてから、必ず身を迎えに行く。それでこそ旦那様だぜ。的確なアドバイスと、フォローしてくれる姉。ほんといい兄弟だな。迷いがなくなったな。旦那様。げんこつが効いたぜ。やんごとなきお方。夕焼けの赤色が鮮やかだ。この石田は悪党じゃないの？騙されないぞ。旦那様の上司だぞ。胸騒ぎがする。典型ですか？誰この人？これが帝か。ふっ。明らかに悪役やん。旦那様の関係者以外、悪い奴しか出てこないな。このメガネたちは、異様から守ることはできるのか？異様相手には、薄葉は弱いんだろうな。うさんくさいメガネに、可愛い過去。このおじいちゃん、優しそう。
メガネくんは、自分にしかできない役割が欲しかったのかい？かわいそうなミオちゃん。ミオに優しい世界は？なんか思ったより、スケールのでかい話になってきた。もっと坊ちゃまとミオ様の、イチャイチャを見せてくださいまし。ユリエもそう思います。ミオのお母様。人の心とつながる異能か。テレパシー能力みたいな？ミオちゃんは、夢見の異能ですか？人の夢の中に入って、精神支配って、やばすぎるやん。ミオちゃん、実はやばい能力持ってるのね。時を見通すとか、話が大きくなってきたな。とりあえず、このメガネ洗脳して出ていこう。今まで能力が目覚めなかったのはなぜ？話は聞かせてもらったよ。意外とじいさんはいい人なのか？おじいちゃんは、話がわかる人っぽいな。ミオのお母ちゃんが、異能を封じていたのか。もしや桜の木が？何のために、封じていたの？語らねばなるまい。それを語るには、過去編をやらねばなるまい。長くなりますか？その話。俺が見たいのは、二人のイチャイチャなんだけど。幸せな結婚まで、道のりは遠いな。奥付きの件で清香がてんてこまいなの知ってて、そのタイミングでミオを奪いに来る薄化けはえげつないな。じいさん冷たい感じしないし、ミオが虐待されてたのは知らなかったのかな？勝負の最後、すごく卑怯だったと思うんだけど、幻覚を操る異能者だから、あれはありなの？軍服姿の旦那様は相変わらずスタイル良くて素敵だった。しかし確かにメガネくんは、ミオの分身をおとりにして、なんとか勝てたって感じがせこい勝ち方で、達石実より強そうだけど、そこまで強そうには感じなかったな。まあ清香がそれだけすごいんだろうが。これで、ミオがなぜ剣気の才を持たなかったのか、そして実は夢見の異能を持っていたことが、明らかになりましたね。どんな人間でも眠らない人間はいない。つまり全人類に干渉できる能力ということか。原作だとすごいのかすごくないのかよくわからないミオちゃんの異能だったけど、この一言で確かに最強だわと思った。バトルも想像をはるかに超えたものだったし、ようやく、このアニメの良さが出てきた感じ。ミオにイラついてる奴がいるが、あのミオが、わからない、と言えてるだけ、成長してるんだぞ。しかも、このわからないは、判断を他人に委ねてる奴じゃなくて、自分の気持ちから真剣に悩んでいる奴。だから、旦那様もメガネも、ちゃんとミオの話聞いてやれ、勝手に進めるな。まあミオが清香のそばにいたくても、悪夢、体調不良の原因が薄化けの特殊異能で、薄化けはミオが戻らないと、治す方法を教えない言ってるんだから。実際ミオの立場として、なんとも言えない状態なんだよな。今のたびたびぶっ倒れる体のまま、清香のそばにいても、迷惑かけるのは目に見えてるからね。清香の任務も大変な時なんだしね。ミオも来週か最終回には、能力使うんだろうけど、どう映像化するのか楽しみ。残り2話となると、次回も相当話が動くな。あと2話しかないんだけど、もやもや展開のまま綺麗に終われるのか、さすがに不安になってきたぞ。なんにせよ、次回の過去編でまた色々謎が明かされそうで楽しみ。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。